エッグさん、プリン食べる？あ、田中さん、ありがとう。なんで田中さんずっとこっち見てるんだろう。今日はエッグさんがありがとうについてどのくらい知ってるかテストするよ。テストより早くプリン食べたいんだけど。じゃあまず、ありがとうの意味は知ってる？そんなの知ってるよ。英語のサンキューって意味でしょ？うん、正解。じゃあ、ありがとうっていう言葉の文字通りの意味は知ってる？考えたこともなかったけど、ありがとうのありは存在するって意味。そしてがとうはめったにない、難しいって意味。つまり、めったに存在しない、ありがたいっていうことなんだよ。確かに田中さんが僕にプリンをくれることなんてめったにないし、ありがたいことだな。じゃあエッグさん、ありがとうって日本語で書いてみて。あ、り、が、と、こうでしょ？ぶ、間違い。英語では普通こうやって書かれるけど、日本語での正しい綴りは、ありがとう。でも日本語では、おとうの発音が隣になると、おうじゃなくて、おっていう発音になるから、実際は、ありがとうっていう感じで、との音を長く発音するよ。例えば、東京っていう言葉も、英語ではこうやって書くけど、日本語の正しい綴りは、と、う、きょう。でもさっきと同じように、お、うは、おって発音されるから、読むときは、東京っていう感じになるよ。へえ、そうなんだ。知らなかった。ちなみに発音するときは、標準語では、ありがとうっていう風に、りのところで音が高くなる。でも、方言によって少し変わることもあるよ。例えば、大阪や京都で使われている関西弁では、ありがとうっていう感じで、との音が高くなるよ。ありがとうって奥が深いな。それから、X さんは多分、ありがとうだけじゃなくて、ありがとうございますも聞いたことあると思うけど、これはどう違うか知ってる？存じ上げません。ありがとうはカジュアルな言い方。友達とか家族とかに対して使う言い方だよ。ありがとうございますは、目上の人や初対面の人に使うフォーマルな言い方だよ。どうしよう。前に日本旅行した時、初めて会った人に何回ありがとうって言ったかわからないよ。大丈夫。日本語を全く知らない人や勉強し始めたばかりの人がありがとうって言っても、ほとんどの日本人は失礼だと思わないと思うよ。むしろ少しでも日本語を覚えてくれて嬉しいと思うんじゃないかな。でも、フレンドリーな印象よりも丁寧な印象を与えたいなら、初対面の人に対しては、ありがとうございますを使った方がいいね。特に学校の先生に対して言うときや、ビジネスの場では、ありがとうございますを使うようにしよう。わかった。そうするよ。ところで、ありがとうございましたっていうのもよく聞くんだけど、ありがとうございますとどう違うの？ありがとうございましたは、ありがとうございますの過去形。過去に起こったことや、もう終わったことについてお礼を伝えたいときに使う言葉だよ。例えばさっきみたいに誰かからお菓子をもらったときは、ありがとうございます。でも次の日になって前日のお礼を言いたいときは、昨日はありがとうございました。でもどっちを使えばいいかわからないときは、とりあえずありがとうございますを使えば大丈夫だよ。わかった。田中さん、今日も日本語を教えてくれてありがとう。田中さんもプリン一口食べなよ。いいの？じゃあ。X さん、ありがとう。